はい、天秤座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は2月後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ソードのキング、ソードの9、ワンドの9逆、カップの7、ワンドの2の逆、ワンドキング、そしてワンドの3逆ですね。気をつけることや対策がペンタクルスのクイーンとペンタクルスの3とオラクルはじゃん、吊るし人の逆ですね。なるほど。どうでしょうか。今星で見た時に2月の後半の中で一番強いのはやっぱり2月17日なんですね。前回の動画でもお話ししたと思うんですが、このやっぱ日食って意外と結構体に来るっていうか、なんかだるいなとか、なんか動きづらいなとか、なんとなく水の中で泳ごうとして歩こうとしてるみたいな、そんな感じがするかもしれませんので、もし体しんどいなとか疲れてるなと思ったら無理せず休むようにしてくださいね。そしてもう一つ、この2月の17日から8月までのこの半年間の大きなテーマとしては、天秤座さんはいかにクリエイティブに何か自分で選択していくか、挑戦していくかっていうエネルギーがとても強まってるんです。ですので、特に19日までの間にやっぱりこうしたい、ああしたいっていう思いが今すごくいろんなことを想像されてるとしたら、その中で何を現実化させようかっていうことをいっぱいいっぱい考えて、何を選択していくかっていうことも決めていくんだろうなっていう流れがあります。これはとってもなんか自分に許していく、自分に許可をしていくエネルギーなんです。こんなことしてダメだとかではなく、こんなことしてもいいんじゃない、私これもありなんじゃないっていうことで、いろいろ可能性を見ていく。だって自分の人生だから自分で選んでいいんだっていうような、自分の人生を楽しくしていくためのチャレンジがあるなっていうのが、まずこの2月大きなテーマなんですね。でなんですけども、2月の19日以降はどちらかというと、その生活とかお仕事のやり方とか時間の使い方とか健康に関してっていうところにも目が向くなっていう感じなんです。現状のところから未来にかけて全部ワンドなので、ワンドっていうのはエネルギーだったり情熱だったりバイタリティなんですね。でそれを使っていくよっていうふうに出ていますので、2月の後半、特に19日以降っていうのは、頑張ってじゃあ仕事しようとか、日常生活整えようとか、何か自分を規律正しくして健康の自分の持ってるバイタリティをちゃんと出るようにしようっていう意識があって、実際そうできるんだと思います。でもう一つ、2月のね26日から3月21日までっていうのはちょっと水星の逆行期間というのがありまして、これは特に天秤座さんにとっては日常生活が強調されているがゆえに、19日以降この日常生活の中での勘違いとか、例えば自分の健康に関してもなんか良かれと思ってやってるものが実は良くなかったとか、例えばサプリとかも自分の体のためにいいと思って飲んでたのに、そのサプリが実は体に合わなくて体が何かの症状を出していたっていうような、なんかそういうこともあるのかなっていう感じがしました。なのでちょっとその誤解とか早とちりとかには注意して、事実を見るっていう風に意識しておいてくださいね。現実や事実を元に判断しようというふうにしておいていただけたらいいかと思います。またはお仕事に関しては、本当に頑張ってること、コツコツやってることの成果がまるで出てないかのように感じるかもしれません。本当は出てるんですけど、その結果が見えにくい状態かもしれないので、やっても進んでないっていうふうに感じるかもしれないけど、それはおそらく3月の21日以降の方がはっきりと結果として出るよということだと思っておいてください。そしてですね、もう一つ2月21日って前回でも言ったその土星と海王星のひっつく
かなり強いエネルギーなんですけど、これに関しては特にパートナーシップっていうところに出るので、誰と関わっていくのか、どんな契約をしていくのかっていうのが大きなテーマになります。特に人に対して合わせすぎないとか、だからといって自分が傲慢になりすぎないという、そのいいバランスでやっていくっていうのがすごく鍵なんですけど、それに関しては土星が示す今後3年間のテーマっていう動画が去年出したのがあるので、そちら忘れた頃にもう一回見返していただいたら、どういうテーマがあったかなっていうことを思い出していただけると思うんですね。で、その上でこのカードを見るんですけど、前置きが長くてすいません。なんですけど、やっぱり単にカードを読むだけじゃなくて、どういう流れかっていうのを備えた上じゃないと活かせないなと思うんですよね、いつも。で、今、乙女座さんはしっかり物事をやっていこうって思っているでしょうし、実際できてると思います。でもなんかその背景には、その奥には、この自分の足りないところを埋めるかのようにちゃんとやらなくちゃいけないんだっていう気持ちがあったり、一歩でもそれを間違えればダメなんだみたいな、ちょっとした恐れとか恐怖から自分を律する気持ちみたいなのがあったのかもしれないなと思いました。何か本当は見たくない、隠しておきたい恐れみたいなのがあるのかなって感じがして、だからこそすごく一生懸命頑張ったんだろうなっていうのが出てるんですね。そして今はちゃんとできてます、頑張ってますって自分でも言えるよっていう感じだと思うんです。なんですけど、ここからのその2月17日以降のその日食のテーマなんですけど、ちょっと体調が例えば悪いとか、なんか違うなって感じたら、それも一つのヒントで、これまでみたいにがむしゃらに自分になんか批判をしながら、こんなんじゃダメだって言いながらやっていくやり方ではなく、もっと楽しんでいいのかもねとか、もっと緩みながらやってもいいのかもねっていうメッセージもあるかもしれないので、何に対して今自分が反応してるかっていうのが大きなヒントなのでね、特にそれが対人関係を通して感じることと、それとあと自分の体調を通して感じること、自分の日常生活の過ごし方の中でヒントがきっとあるんだろうなって感じがします。で、カードで見るとさっき言ったみたいに、この情熱とか仕事とかとエネルギーがすごく強いので、仕事頑張っていきたいっていう気持ちの方が多いんじゃないかなと思いますが、ただやり方をちょっと考えている。このまま押していくのか、ちょっと引くのか、違う方向性を見出していくのかどうしようって考えた上で、やっぱり自分が本当に心地よく仕事をしていくための道を選んでいくんだなっていうふうに出ています。これもキングなんですけど、キングっていうカードが出てるんですけど、キングっていうのは誇り高いエネルギーです。経験があるっていうエネルギーなんですね。これまでやってきた経験があるよっていう、そのエネルギーで見たときに、仕事をどう回していくのか、どうしていくのかっていうのを自分で判断する。そしてちゃんとそれを流れに乗せていく。こうやってプロモーションをかけていきましょうっていうことかもしれないし、こうやって宣伝しよう、こうやって紹介をもらおうなのかもしれないし、これが自分の役割ですっていうのをしっかりと認識して惑わされずにやっていくっていうことかもしれないし、とにかくすごく仕事に関してはなんか一本筋が通ってやっていきますみたいな感じがあります。そして気をつけることや対策として言われているのも、自分がすでに持ち合わせている才能とか技術とかを軽く見ないでねみたいな感じで言われているなと思ったんですね。今まで自分がやってきたこととか経験積んだことってすごいことなんだよみたいな、そんな感じです。で、それだけでいくのではなく、その自分と他の人とつながりながら、化学変化を起こしながら、違う専門性の人と一緒にコラボしたりとか何かしながらやっていくのかもしれません。ここでもやっぱり3というカードが出てます。これでも3というカードが出てます。3というのは何か動きが出てくるとか拡張していくみたいな広がっていくエネルギーがあるので、自分だけの中どうしようかなって考えてたことに何かを足すことによって動きが生まれると思っておいてください。なのですごく仕事やる気なんだな、頑張るんだなって感じはあります。ただ一番大きなメッセージとして言われているのがやっぱりつるし人の逆なので、さっき言ったね、2月26から3月21日の修正逆行期間っていうのはちょっと動きづらいかもしれないんですね。なんかスケジュールが変更になりやすいとか、なんか交通手段もなぜか止まりやすいとか、そういうのもあったりするので、ちょっとスケジュールに余白を置いておくというか、変更できるように調整しておくっていうのがいいでしょうし、なんかご自身が今考えてることじゃないことで大きな気づきがあるかもしれません。止まって改めてよく考えてみたら、やっぱりそれって行かない方が良かったよねとか、無理しない方が良かったよねっていう大きな気づきがあるよっていうメッセージだと思ったので、
無理にね、やるというよりは、自分の中で今芽生えてきているこの可能性は可能性として膨らませておきながら、他者の意見や他者の専門性や力を借りながら動かしていく。で、もしかしたらそれは少し時間をかけてやることかもしれないので、慌てて無理になんかご利用ししてやっていくものじゃないよっていう感じがしました。はい、ちょっとお仕事見てみますね。仕事。カップの10。あ、また出ましたね、ソードの9。なるほど。なんかとっても仕事恵まれてるチャンスがあるからこそ、これをなんか失敗したらどうしようみたいな、そういったことかもしれないし、やっぱり何か現実起きてないことなんだけど、一応、最悪の状況も考えておこうみたいな感じで、そのリスクもちゃんと抑えておかなくちゃっていうことで、マイナスの要因とか問題のことも想定しておきましょうっていう意識がすごく強いですね。でも実際はすごく現実を見ると、たくさんの人が応援してくれてるとか、たくさんの人が認めてくれてるとか、たくさんの人が喜んでいますよみたいなのがあるので、現実おそらく今この瞬間は問題ないんでしょうね。でもこれをなんとか維持しなければいけないとか、もっとどういうか形にしなくちゃいけないって思ったら急に不安になるみたいな感じかもしれません。まあそういうのよくあると思うんですけど、今というこの時間が、このカップの10って本当に喜びがいっぱいなんですね。この喜びをいっぱいふんだんに感じきるからこそ、明日ができるっていうか、また来月の動きが変わってくるっていうか、今この瞬間がどれだけ満たされてるかによって、現実が変わってくるので、今をないがしろにして先のことを考えるっていうのは非常になんか今あるお宝を感じずに違う方向を探しに行くみたいな感じがするので、まあそこだけ気をつけておいてください。まあ要するにソードの9のカードっていうのは現実に起きないことを自分が想像して怖がって自分の可能性を狭めているよっていうメッセージなんですね。で一旦誰でもそうなんですけど、ね、不安な方にこう自分がどっぷりハマったら本来持ち合わせてるこうパフォーマンスも下がりますよね。なので自分で自分を下げる必要はないよっていうことです。さっきの対策のところで言われたみたいな、今まで自分が経験したことってお金を出しても買えない経験なんだよみたいな、それをその経験をした自分だったらやっていけるっていうそのなんか自負を持ってねっていう感じがしました。そしてもう一つ、人間関係見てみますね。人間関係はソードの10、エンペラー、ワンドの3ということで、関係性においては非常に強い信頼関係がある人がいるんじゃないかなって感じがしますし、その人とどういうふうにつながっていきたいとか、こうなっていくのかなみたいな、そういう未来も見えてくるよって感じがあります。ただし、さっきの仕事のとこもそうなんですけど、とっても豊かなものがあるにもかかわらず、気持ちはいつも不安材料を握っておきたいんだみたいな、ありますよね、そういうのってね。こう100% 信じて 100% 没頭しちゃったら、これをなくした時自分はもう生きていけないズタボロになるから、一応ダメな要素も確認しておこうみたいな、そういう感じあると思うんですけど、人間関係でもそうだし、お仕事でもそれが出ています。まあこれがね、大きなヒントかもしれませんね。天秤座さんは今人との関係っていうのをここから強化してですよ。ただ言うこと聞いてうまくいくとか、横柄になって言うことを聞かすということではなく、本当に誠実に人と向き合って、長いお付き合いをしていく学びが始まってるわけです。で、プラスそこに、今回の日食っていうのは自分の喜びとか、自分の楽しみとか、自分の創造性っていうものをプラスしていくよっていうふうに言われてるわけだから、その恐れを埋めてもらう相手とうまくいくってわけじゃないんですよね。自分で自分をしっかり保ち、自分の自負を自分に自信を持って、その上で今ある大切な人だったりとか大切な仕事に関してしっかりとこなしていくよっていうメッセージなんです。でもいつでも意識がそのダメな方とか、なんかうまくいかなかった方のリスクの方に意識を向けてると、
今ある喜びに曇りが出るよってことなんですね。パートナーシップでは特にそれが出るんじゃないでしょうか。例えば本当に相手のことを信じられるのかみたいななった時に、何があっても絶対に信じきる、もう私は絶対ついていくみたいな、この人と共に生きるんだみたいな意識があったら、どんなことがあったって乗り越えられると思うんですけど、もしこの人が〇〇だったらみたいなことを考え出すと、もう沼に入ってなんかわけわかんなくなるっていうのはあると思うんですね。なので余計な心配がちょっと多いっていう感じがするので、そこは自分でうまく保ってください。この運勢が自分を安定させてくれるっていうのもベースにあるんですけど、仕事はなんかうまくいきそうな流れもあるし、協力し合えるような流れもある。でも気づきは自分の中でしか起きないから、自分で自分をうまく保つように努力してみてくださいね。そんな感じかな。なんか分かりましたっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。仕事いい時ですもんね。はい。で、皆さんの2月後半は、はい。クリエーションですよ。とっても明るいカードが出ましたね。まさにって感じです。これは日食のエネルギーと一致しています。一瞬なんか日食でってなんか体調がとか思ったとしても、実は余計なものにエネルギーを注がないようにして、本当に自分から生まれてくるクリエイティブなエネルギーで未来を作っていくよっていう、その可能性が今あるよっていうのをお知らせなんじゃないかなって思いました。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。